皆さんこんにちは。当チャンネルを管理しておりますガエデズンと申します。そして今日は、相棒がいます。こがっぱくんです。こがっぱのマイケルです。マイケル？よろしくお願いします。マイケルやったんや。マイケル、ヘイマイケル、好きな食べ物は何だい？僕はスイカが好きだな。スイカか。なんか地味やな。なんかもっとなんかペペロンチーノとかフラッペとか焼肉とか砂肝とかそんなのはどうですか？ハンバーグも好きです。ハンバーガー、スイカとハンバーグが好きです。こんなコンビで、お届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いしよまろしくおす。願いします。さて今回はパソコン上でノンリニア編集をやる前、すなわちビデオデッキを使って、これですね、ビデオデッキを使ってでしかもこのビデオテープを使ってどのようにビデオ編集をしていたのかというのをご紹介したいのですが、とてもすみません、残念なことに肝心のビデオデッキが壊れていることが分かりまして、大変恐縮なのですが再現映像を元にした構成となっております。あらかじめご了承いただきたく思います。さて今回使おうとしていたビデオデッキがこれです。ソニー社製家庭用 DV デッキの DHR1000 となります。これに先行して業務用の DV カムのデッキとして発売されていたものがあるんですけども、家庭用ということでテレビを受信するチューナーがついて、民生用の DV フォーマットでの記録となっております。使用するテープがこちらで、長時間記録できる L カセットとですね、ビデオカメラにも組み込める S カセットの2種類があります。このカセットだったらそのままですね、ビデオカメラの TRV900 の方にポーンと入れて、でこれで、こんな風に風景をいっぱい録画してということができます。で撮ったものをですね、編集するんですけども、デッキ側こっちを録画機でカメラ側を再生機としてこうですね、こういう形で映像を送って編集を行うという形を想定します。カメラとデッキは2本のケーブルでつなぎます。もう捨てちゃってお見せできないのですが、音声と映像をつなぐ DV ケーブル、これをコネクターに接続します。どうして DV ケーブルを使うかというと、デジタルで接続することによって編集時の映像の劣化を防ぐという目的があります。編集や録画の動作を制御する制御信号ですが、こちらはランクのケーブルを使用します。ランクのケーブルをつなぐことによって極力、イン点とアウト点のフレームの誤差をなくす目的があります。1フレームが約30分の1秒となりますので、手でですね両方のビデオデッキのボタンをピッと押すのはちょっと難しいので、そこはランクによる制御を行います。ではテープを入れていざ編集となりますが、先ほども申し上げました通り、ビデオデッキが壊れてしまっているので、再現ということで真似事でやってみたいと思います。まず再生機と録画機の編集を始める地点まで早送りと巻き戻しをします。その際に使うのがこのジョグシャトルです。この外側の輪っかで早送りと巻き戻しをします。ホイールを回す角度によって早送りや巻き戻しの速さが変わります。内側の輪っかをくるくる回すことで1フレームごとの早送りと巻き戻しをします。昔の高級ビデオデッキとか DVD プレイヤー、場合によっては CD プレイヤーにもジョグシャトルがついていて、直感的な操作ができて頭出しができるので、これすごい良かったんですけども、最近ちょっと見ないのが残念ですね。そして編集機側と再生機側の
頭出しができたところで、エディットスタンバイボタンこちらを押して準備状態にしまして、スタート一時ボタンこちらを押してダビングを開始します。この時面白いのがプリロールという動作をします。これはビデオテープデッキ特有の動きなんですけども、再生機側録画機側ともにだいたい編集ポイントの5秒ぐらい前まで戻って、そこからさらに3秒分ぐらい進んで、で2秒ぐらい一緒に並んで走ってから、ドンと録画機側再生側の動作が開始します。ノンリニア編集していると全然気づかないと思いますけども、ビデオテープは止まってる状態からいきなり動く。でしかもですね、タイミングを合わせて録画機側と再生機側をドンと、一緒に動かすというのがすごい、大変で難しいんです。分かりやすく言うと、短距離のリレーはバトンを受け取る側も走りながらスピードを落とすことなくバトンを受け取ったりしますよね。それをやらないといけないぐらいビデオテープにより編集ダビングの精度のアップですね、ドーンと始まる精度アップは難しいということになります。昔からビデオ編集をやっている人にとってはごく当たり前のことですが、ここでですねジグシャトルをこうぐりぐり回したり、ビデオデッキがですね、サーブでブンブン、同期して動くというのはですね、いかにもビデオ編集をやってますよという風情があって、とても良かったんじゃないかなと、個人的には思ってます。ちょっと昔話になるんですけども、ビデオテープによる編集の場合、作業の必要なカット分だけ先ほどの編集作業こちらを行う必要があるんですけども、手間と時間がなんせかかります。それと後から映像を挿入するとかカットするとなると、そこ以降の編集は基本やり直しになってしまいます。1本のテープですね、ビーというテープになっているので、当然といえば当然なんですけども、例えばこの状態で編集が完了しているという状態からここの場面をカットするというふうになりますと、ここ以降の映像を一度ダビングするなりしておいて、カットする頭の部分からダビングした映像をダビングでつなぐというような作業をしないといけないから、とにかく編集には時間がかかっていました。ノンリニア編集の場合は不要な部分をカットしてまとめてカットというのも簡単にできるから、もう本当に便利になったと思います。普通にカット編集だけだと、こんな風に2台のビデオデッキがあれば済みますが、ワイプやリゾルブで2つのカットをつなぎたい場合やテロップを入れたい場合、場合によっては再生機2台と録画機1台という風な編集体制にもなる上、リゾルブを入れるためミキサースイッチャーも必要になってきます。はーい。マイクやリゾルブってマイクじゃないよマイクじゃないよ、ワイプ。ごめん。ワイプでした。ですね、ワイプは画面コピューって、車のワイパーを切るように、画面転換するやつで、リゾルブはですね、画面重なりながらボワーっと次のシーンに転換するというのがワイプとリゾルブ、特殊効果ですねになります。そしてナレーションや BGM を入れるとなったら、デジタル MTR が欲しくなってきて、当時はローランドの VS880 というものを使っていたんですけども、これも残念ながら壊れてしまったので、手元にあるヤマハの AW16 を代わりに持ってきました。わあ、なんかボタンがいっぱいだな。映像が完成したらデジタル MTR に音をダビングして音声関係の加工を行っていました。簡単なコーラスやディレイなどのエフェクターも入っているので、音に関する作業がこれ1台で完成するのはすごいいいですね。勝手にそんな
で映像ができて音声ができて最後に両方をミックスしてやっとこさ一本の動画が完成という形になります。さてこの壊れたビデオデッキですが、ここでどうしても申し上げたいことが一つだけありますので、それをお話ししたいと思います。特に当時のソニー社製製品はそうだったんですけども、ですね、ここに、あるんですけども、製造シリアルが書いてあるシールにどこの工場で作っていたのかというものを書いてあったんですね。DHR1000 の場合はソニーコーダと書いてあります。要するにその時代のソニーのものづくりはどこそこの工場が自信と誇りを持って製造してお届けしましたということをこういう製造シールに書いてあったんですね。その工場の皆さんの努力のおかげで私は貴重なビデオテープの編集であるリニア編集をみっちりと体験するチャンスを得ることができました。でこの DHR1000 はもうすでに過去のものとなり、ついに電源も入らなくなり、天寿を全うすることになりましたけども、設計製造と流通修理に関わった全ての方に感謝したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さて次回は番外編ということで、昔の業務用映像機器のカタログを読み解いていきたいと思います。今でこそメーカーサイトで PDF をダウンロードしてスペックや特徴を知ることができますけども、当時の田舎ではわざわざ都会に出ないとカタログを手に入らなかったんですよね。そのカタログには時代を彩ったビデオ機器や心躍るキャッチコピーやスペックの説明、もちろん高くて手が出ないような周辺機器についても記載されているので、それを見て当時の映像機器を伺い知ろうかと思います。それでは窓の方はチャンネル登録を、この動画を見た方は高評価をぜひお願いいたします。